もっと腰を回せ、左膝を外へ流すな、前傾をキープしろ。ゴルフのレッスンではよくこう言われます。他にも地面を蹴れ、左に壁を作れ、腰を切れなど様々な指導があります。しかしこれらが実は全て左右の足の使い方でつながっていることをご存知でしょうか。左右の足を正しく使うことができれば骨盤の回旋が鋭くなり、左膝が外へ流れにくくなり、前傾角度も維持しやすくなります。今回はその物理的解剖学的な仕組みを骨格模型と棒を使った実験でできるだけわかりやすく説明していきます。最後にはこの動きを身につけるための簡単なドリルも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは効率よく骨盤を回旋する方法について考えていきます。以前の動画で全体が動いている状態で一旦にブレーキをかけると逆端が加速するという解説をしました。これと同じ現象が骨盤回旋でも生じています。まず動的バランスによって左へ体重移動していきますが、左足は外へ流れることなく止まります。左足から骨盤が一体になって動いていたところから、左足のみにブレーキがかかることで、その逆端である骨盤の右側が加速するイメージです。こちらは骨盤回旋の前半部分と後半部分を同じコマ数で比較したものです。同じ時間で比べると後半部分の方が骨盤の回旋角度が大きく、回旋スピードが明らかに速いことがわかります。ここで重要になるのは主に3つです。左股関節の内旋、左股関節部の後方移動、そして右足の伸展です。では一つずつ見ていきましょう。これは左股関節の様子です。こちらが骨盤、こちらが左の大腿骨です。大腿骨の頭の部分はやや折れ曲がっていて、斜め横から骨盤につながっています。左股関節の内旋はこのような動きです。ダウンスイングで骨盤が左回旋するときには、左股関節は内旋します。この動きを物理現象として説明しやすいように、この2本の棒で骨盤と左足の動きを表してみたいと思います。こちらが骨盤で、こちらが左大腿骨の頭の部分です。ここが左の股関節だと考えてください。このように動くのが左股関節の内旋ということになります。下半身が始動するときは、左の大腿骨と骨盤はある程度一体となって一緒に動いていきます。このまま一体化した状態で骨盤を回しても骨盤の回旋は加速しません。しかし、左足で地面を踏んで左足にブレーキをかけつつ、左股関節が内旋することにより、左の股関節を軸にして骨盤の左回旋が加速するのです。骨盤だけに注目すると、こちらにブレーキがかかり、逆側が加速する動きになります。ここでブレーキの効果が発動するということです。よく左膝が外へ流れてはいけないと言われますが、その物理的な理由がこれです。こちらは左足にブレーキがかかっていません。これだとそのまま左足と骨盤が一緒に回るだけですので、ブレーキの効果はかからず骨盤回旋は加速しないのです。また、左足でブレーキをかけるとは言っても、力んで踏ん張ってしまうと骨盤の動きまで一緒に止まってしまいます。力んで止めるのではなく、左股関節がスムーズに内旋することが重要になるのです。次に、左股関節部の後方移動についてです。左股関節内旋の動きと合わせて、左足を蹴り上げ、左の股関節部、お尻を後方へ引くようにすることで、より鋭く左足にブレーキがかかり、骨盤回旋は急激に加速することになります。それについても、こちらの棒で実験すると分かりやすいです。この2本の棒の接合部分を勢いよくこちらへ引くと、末端は引かれ合うように動きます。これをスイングに当てはめるなら、左の股関節部、つまり左のお尻を後方へ引く動作になります。左のお尻を後方へ鋭く引くと、左の大腿骨は内旋する方向へ、骨盤は左回旋する力が生じます。それにより左の膝は外へ流れにくくなってしっかりブレーキがかかりながら
骨盤はより鋭く左回旋することになるのです。ちなみにゴルフの指導ではよく前傾をキープしろと言われますが、前傾がキープできない人はとても多いです。その主な原因はこの左股関節部の後方移動ができないことだと僕は考えています。例えばこのようにお尻を後ろへ引いてみてください。上体を前傾させないとバランスが取れないので自然に前傾するはずです。もしお尻を引きながら上体を起こしたら後ろへバランスを崩してしまいます。そうならないよう無意識に姿勢制御が働いて前傾するのです。しかし一般的に膝を伸ばしながら地面を蹴るといえばジャンプの動きになりやすいです。なぜならほとんどの人にとって膝を伸ばしながら地面を強く蹴る動作といえばジャンプだからです。そしてジャンプでは膝だけでなく股関節も伸ばしていくため上体が起き上がる動きになります。人の体には何度も繰り返してきた運動パターンを無意識に選びやすくなる使用依存性学習と呼ばれる仕組みがあります。簡単に言えば繰り返してきた動きがその後の運動にも現れやすくなるということです。そのため地面を強く蹴ってくださいと言われると多くの人はこれまで何度も経験してきたジャンプに近い動きを選びやすくなります。その結果股関節まで伸びてしまい体が起き上がる動きになりやすいのだと僕は考えています。これはただ単に前傾を維持することを意識してもなかなか改善はしません。左股関節部を後方へ移動させながら地面を蹴るという運動連鎖の再学習が必要ですので、最後にそのためのドリルも紹介していきます。さらに右足の動きも重要になります。このように右足が骨盤と一緒についてくるだけでは骨盤を鋭く回旋させることはできません。理想はこの動きです。右膝を伸ばしながら内側に絞るような動きになります。斜め後方へキックするような動きです。このように左足一本で立ち、右足で斜め後ろへ鋭くキックしてみてください。自然に骨盤が左回旋する人が多いのではないでしょうか。細かい説明は長くなるので省きますが、これは右足を動かした反作用とそれに対する姿勢制御が連動して生じる動きです。右足を伸ばしながら内側へ巻き込むようにすると骨盤を左回旋させやすくなるのです。まとめると、左への移動にブレーキをかけながら左股関節を内旋させる動き、左のお尻を後方へ引きながら左足を伸ばす動き、そして右足を伸ばしながら内側へ絞る動き、主にこの3つの動きによって左に壁ができたように左膝は外へ流れなくなり、骨盤の左回旋が急激に加速し前傾もキープできるのです。よく左膝の外側に物を置いて膝がそこから外へ出ないようにする練習があります。もちろんこの練習自体が間違っているわけではありません。ただ左膝を外へ出さないことだけを意識しても、どのように左足を使えばよいのかがわからなければ膝や股関節を力んで固めてしまうことにもつながります。同じようにもっと腰を回してくださいとか前傾をキープしてくださいと言われても、ただ上体を前へ倒したまま腰を回そうとしても地面を強く蹴ることが難しくなります。このように左膝を止める、腰を回す、前傾を保つといった形をそれぞれ直接作ろうとしてもうまくいきにくいです。そうではなく、左右の足を正しく使った結果として左足が流れず骨盤が鋭く回り前傾が維持される状態を作ることが重要なのです。ではここで簡単なドリルを紹介します。このようにテーブルなどに手をつき、足踏みから左足着地で左のお尻を後方へ引きながら左股関節を内旋します。はじめはゆっくり左股関節の内旋と左膝を伸ばしながらお尻を後方へ引くイメージ、そして右足を伸ばしながら内側へ絞る動きを練習すると良いです。そしてこの動きに慣れてきたら体重移動から行います。一度右へ体重移動し、動的バランスによって左へ体重移動します。この動きには前半部分と後半部分があります。もちろん連続性のあるものですが、前半は比較的膝が曲がったままの骨盤回旋、後半は膝を伸ばしていく中でのさらなる回旋をするイメージです。
そしてもう一つ重要なことが、この骨盤回旋の指導では胸部はできるだけ回さないようにするということです。このように胸部も一緒に回ってしまうのはよくありません。体幹が力んでいるとこのようになりやすいです。できるだけ胸部は正面に残したまま適度にリラックスし、下半身から骨盤を鋭く回旋するようにしましょう。ぜひ今回のドリルと前回のドリルを合わせてその感覚を試してみてください。また、ここからは次回の内容につながりますが、骨盤の左回旋を鋭く加速させるのは主に P6 付近までです。P6 を過ぎる頃には骨盤の左回旋は加速する局面から減速する局面へ入っていきます。前回の動画で後半加速という表現をしましたが、これは骨盤左回旋の範囲の中でその後半部分を鋭く加速させるという意味です。インパクト直前まで、あるいはスイングの後半まで骨盤の左回旋を加速し続けるという意味ではありません。その後、どのようにクラブヘッドの加速につながっていくのかについては次回の動画で詳しく解説します。筋腱の働きと無知のような物理的な運動連鎖からできるだけわかりやすく解説していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。